おはようございます。ケンです。今回の動画は先週決算発表があった週のまとめ動画となります。これから4日連続でゴールデンウィーク特別企画と題して、まず本日は先週の決算発表があった週のまとめ動画となっております。そして明日は4月1ヶ月のまとめ動画をお届けして、4月に何があったのかを再度復習します。そして明後日は5月の見どころ動画をお届けして、6日には Q2、そして今年の注目ポイントについて解説をしていこうと思います。ぜひ、この休みの期間に今一度テスラの現状とこれからを僕と一緒に整理していきましょう。では早速先週のまとめに入っていきたいと思います。先週の最後なんですけれども、大きなトピックとしては株価が急騰しました。テスラの株価は先週末1日でおよそ 9% も上昇し、280ドルを超える水準まで一気に駆け上がりました。これはトランプ大統領が打ち出した自動運転車に対する規制緩和の発表を受けた動きだとされています。ここで押さえておきたいのは、自動運転車に対する規制緩和とは何かという点になります。これまでアメリカでは自動運転車にも通常の車と同じようにハンドルやペダルの設置が義務付けられていました。しかし今回の発表により、こうした物理的な装備なしでも一定の基準を満たせば公道走行が認められる方向へとルールが緩和されることになりました。これが意味するのは、テスラが開発中のロボタクシー、特にサイバーキャブのような完全自動運転専用車両にとって非常に大きな追い風になるということになります。市場はこのニュースを交換し、特に自動運転分野に強みを持つテスラに資金が集中しました。短期的な株価上昇だけではなく、中長期の成長期待が改めて意識された結果となっております。では次に紹介するのは、ロボタクシー事業の最新動向です。テスラはアメリカ・テキサス州オースティンで、プロジェクトロデオと呼ばれるロボタクシープロジェクトを本格的にスタートさせました。このプロジェクトでは約300人のテストドライバーを投入し、24時間体制で自動運転車両の実走行テストが行われています。ここで注目すべきは使用されている車両です。テスラは完全自動運転を前提とした新型車両サイバーキャブの開発を進めていて、このテストにも導入される予定です。サイバーキャブは従来の車と違い、ハンドルもペダルもない完全自動運転専用設計となっております。また、ワイヤレス充電機能も備え、都市部での効率的な運用を目指しているというのも特徴となっております。現在は社員向けの運行テスト段階ですけれども、早ければ2025年6月には一般向けの商用運行を開始する計画が発表されています。この動きはテスラが自動運転時代の本格到来に向けて確実に一歩を踏み出しているということを意味しています。ロボタクシーの実用化はテスラの収益モデルを大きく変える可能性があるため、オーナーの方や投資家にとっても非常に重要なニュースと言えます。続いては、このロボタクシーの展開が世界にどのように広がりつつあるのか、海外での最新動向を見ていきます。はい。では次に注目したいのは、テスラの FSD、つまり完全自動運転機能の世界展開に関する動きです。先週テスラはノルウェー政府から正式な許可を取得し、FSD 機能を搭載した車両の公道テストをスタートさせることが発表されました。この許可は2年間の特例として認められたもので、政府の監視下のもと、実際の行動でリアルな走行データを収集することができます。ここで少し補足しておきます。FSD っていうのはフルセルフドライビングの略で、運転者がハンドル操作やペダル操作を行わなくても、車両が目的地まで自律的に運転してくれるシステムのことです。ただし、現在の FSD は監視付きと呼ばれる段階であり、ドライバーがいつでも介入できる状態を保ちながら走行することが前提となっております。ノルウェーでの公道テストの承認はテスラにとって大きな意味を持ちます。ヨーロッパ市場では規制が厳しく自動運転の実証実験を行うハードルが高いとされてきました。
今回の承認によってテスラはヨーロッパでも実地データを蓄積し、FSD の精度向上に弾みをつけることが期待されています。また、将来的にはアメリカだけではなく、ヨーロッパやアジアでも FSD によるロボタクシー展開が可能になる道筋が見えてきたと言えるでしょう。次はテスラが進めているもう一つの成長ドライバー、エネルギー事業について見ていきます。先週テスラは2025年第一四半期の決算発表の中で、エネルギー部門が過去最高の利益を記録したことを明らかにしました。これまでテスラは電気自動車メーカーというイメージが強かったと思いますが、実はエネルギー事業も着実に成長を続けています。特に好調だったのは大規模な蓄電池システムメガパックの販売です。メガパックっていうのは電力会社や大規模施設向けに設計された超大型のバッテリーで電力の需要と供給を安定させる役割を担っています。今期はこのメガパックの受注が急増し、売上高と利益率の両方が大きく伸びています。また、中国に新設されたメガパック専用工場も本格的に稼働を始めていて、グローバルな供給体制がさらに強化されています。これによりテスラはエネルギー市場においてもリーダーシップを拡大し、今後の収益源の一つとしての存在感を高めていくと思います。エネルギー事業の成長はテスラのビジネスモデルが単なる自動車メーカーからエネルギーと AI を軸にしたテクノロジー企業へと進化していることを象徴しています。オーナーの方や投資家にとっても、この動きはテスラの長期的な安定成長を支える重要な柱としてしっかりと押さえておきたいポイントと言えるでしょう。はい。では最後にお伝えするのは、イーロン・マスクさん本人に関する重要なニュースです。先週2025年第一四半期の決算発表の中で、イーロン・マスクさんがテスラにフルコミットすると明言しました。今年に入ってイーロン・マスクさんは政府効率化省、いわゆる同時と呼ばれるプロジェクトに積極的に関わっていましたが、今後はその活動を大幅に縮小するという発表です。具体的には、これまで週の半分以上を費やしていた同時関連の活動を週に1から2日のみに制限するとしています。この発言を受けて、ウォール街のアナリストたちはポジティブに反応し、ウェドブッシュ証券のダン・アイブスさんはテスラの目標株価を350ドルに引き上げました。市場はイーロン・マスクさんが再びテスラに全力を注ぐ姿勢を見せたことを大きな安心材料と捉えています。ここで重要なのは、イーロン・マスクさんという存在がテスラにとって単なる CEO 以上の意味を持っているという点です。イーロン・マスクさんのビジョンと行動力がテスラという企業の成長ストーリーを牽引してきたからこそ、イーロン・マスクさんの関与する度合いが高まるというだけで株式市場は大きく反応するということになります。今後、ロボタクシーやエネルギー事業、そして完全自動運転など、次世代の成長ドライバーを推進していく上で、イーロン・マスクさんのリーダーシップはますます重要になってきます。では次はここまでお伝えしてきた1週間のニュースをまとめて振り返っていきたいと思います。先週のテスラは決算発表があり、ロボタクシー事業の本格始動、エネルギー事業の最高益更新、そしてイーロン・マスクさんの本気宣言、最終的には株価の急騰と大きなトピックが立て続けに発表されました。どのニュースも単発の話題にとどまらず、テスラの未来を形作る重要なピースになっていると感じます。特に注目すべきは、ロボタクシーの商用運行が目前に迫っているということです。これまで夢物語に見えてきた完全自動運転社会が現実のビジネスとして動き出そうとしています。またエネルギー部門の成長もテスラが単なる自動車メーカーにとどまらない存在であることを改めて示したと言えるでしょう。さらに、イーロン・マスクさんがテスラへの関与を深めると明言したことは、オーナーにとっても投資家にとっても心強いニュースだったと思います。テスラは今、短期的な課題に直面しながらも、中長期での大きな成長ストーリーを確実に描き始めていると思いますが、皆さんはどう思われるでしょうか？コメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。
追伸です。はい。ということで、ゴールデンウィークが始まりました。このゴールデンウィークを通じて、冒頭にも言いましたが、テスラの今とこれからについて整理していきたいと思っています。本日の動画では、先週の振り返りを行いました。明日の動画では、4月に何があったのか、これをまとめていきたいと思いますので、ぜひ明日もご視聴ください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵なゴールデンウィークですね。お過ごしください。ではまた。